はい、皆さんどうもこんにちは、クスアウトです。今日はですね、皆さんがすぐにでも実践できる簡単にね、シネマチックな映像を撮る方法を紹介していきたいなというふうに、思います。これまで、YouTube であったり、Instagram とか Twitter とかで、ちょこちょこね、こういった話はしてきてはいるんですけれども、一つのね、動画としてまとめた方が、最近僕をフォローしてくれてる方だったりだとか、またね、以前から僕をフォローしていただいてる方でも、おさらいにもなると思うので、皆さんね、この動画を今後の動画を撮り始める前のチェックリストみたいな形で活用していただければなというふうに思います。で、今日の動画なんですけれども、ストーリーブロックスの提供でお送りしております。ストーリーブロックスは、最大 4K のハイクオリティな映像素材をダウンロードし放題となっているサービスになっていて、映像素材以外にもアフターエフェクトのテンプレートだったり、音楽とかサウンドエフェクトとか、映像制作に必要なあらゆるものが、ロイヤリティフリーでね、個人商用問わず、利用できる、サービスになってます。僕がこのストーリーブロックスを支持するもう一つの理由として、彼らが進めるリストックっていう取り組みです。でこれは映像素材にも多様性を持たせようとストーリーブロックス自身が非白人であったりLGBTQIA+ といったコミュニティの中から直接ねクリエイターを起用してそういった方々の映像素材の割合をね増やすといったダイバーシティを推進する取り組みになってます。より詳しく知りたい方はぜひねストーリーブロックス .com/oxout とアドレスバーに打ち込んでいただくか概要欄のねリンクの方からチェックしていただけるとこのチャンネルのサポートとなり、継続してね僕もチュートリアル動画を皆さんにお届けできるので、ぜひともよろしくお願いします。さて、それではですね早速シネマティックな映像を、簡単に撮る方法なんですけれども、シネマティックっていうのは、その名の通り、シネマチックですよね。映画のような雰囲気ということなので、Vlog だったり、ポートレートムービー、トラベルビデオなど、どのようなスタイルの動画でも映画で使われているさまざまな手法を、取り入れることによって、シネマティックな映像になります。逆に言えばそれ以外はねちょっとテレビ番組っぽいというか、非常に無難な映像になるのでシネマチックなね映像に仕上げるためにはこれから紹介するポイントを、意識してみてください。で今日ご紹介するのは全部で8つになります。でまず1つ目なんですけれども 24fps で映像を作ってください。で僕らがね目にするほとんどの映画っていうのは、最終的に 24fps として書き出されていて、テレビとか、ゲームなんかではねより高いフレームレート、例えば 30fps とか 60fps とかね fps が高いとよりハイクオリティで高画質であるとね結構皆さん錯覚しがちなんですけれども、滑らかすぎる映像っていうのはね逆に映画らしさをね失う結果となります。でこれは単純に僕らが見ているほとんどの映像が 24fps なので、感覚的に 24fps の映像を映画っぽいと感じるからなんだとね、思います。撮影時の fps はもうほんとこれお好みで設定していただければいいと思うんですけれども、お使いの編集ソフトのタイムラインの設定は必ず 24fps にしてください。じゃあ次に2つ目なんですけれども、次はですねシネマスコープです。通常のテレビってだいたい16対9のアスペクトレーシオで、作られてるんですけれども、映画は 2.35 対1といった、アスペクト比になってます。でこの比率を得るにはアナモロフィックレンズで撮影をして映像を横に引き伸ばすか、16対9の映像の、上下にレターボックスを足してクロップしてしまうことでねシネマスコープに、することもできるんですけれども、このね効果っていうのは本当絶大でどんな映像も、シネマっぽくなるんですよ。それだけ映画といえばこのアスペクト比っていう風に僕らがこれも認識してるからだと思うんですけれども、アスペクト比が変われば当然構図の作り方っていうのも変わってくるので、そういった部分から、僕らもねこういった映像っていうのを、映画っぽく感じるんだという風に思います。はい、続いて3つ目、もうポンポンいきますね。で次はライティングです。写真でも動画でもライティングっていうのは非常にこれもう重要で、イメージのムードを決定づけるのにはもうねこのライティングがもう全てと言っても過言ではないぐらいです。外に出かけて自然光でね映える映像を撮るのに、最も簡単な方法としてはこれ時間帯で朝とか夕方に撮ることです。でね、まだ光が上がりきってない時間帯は、この太陽光そのものの色っていうのも、黄色だったりオレンジだったりすごくね映像映えする、光の色になっていたりだとか、あとはねこの柔らかい光っていうのが程よいねコントラストを、出してくれるので、それがね非常に情緒的な、ムードを演出してくれます。でそれに対して昼間の日が非常に高い時間帯は光がすごく硬くてコントラストが強くなりすぎちゃうんですよ。日中の
そういった時間帯が、僕らが一番活動的な時間帯ではあるんですけれども、特に夏場なんかは、直射日光を避けて屋内で撮影をするか、柔らかい光のある場所を探して、撮影するようにしてみてください。はい、では次ね、4つ目は、被写界深度です。被写界深度の浅い、ボケ感の強い映像っていうのは、最も手軽に、映画的な雰囲気を得る方法の、これ一つになります。で、より大きなボケを得るには、明るい単焦点レンズであったり、センサーサイズの大きいカメラを使用するように、してください。できれば F 値で言うと F1.4 とか F1.8 とか、そのぐらいのねレンズを使用するのがおすすめです。でボケっていうのはやっぱり編集時で足すこともできないですし、10万円とかをするような、高いやつでなくてもいいので、中古の安いやつであればね少しお小遣いを貯めれば、手の届く、価格帯のものもあるので、ぜひねこういったレンズを1本ね手に入れて、使用してみてください。ただしピント面が非常に浅くなるので、動画でね動きのある映像を撮るにはフォーカスを被写体に合わせ続けるのが結構難しくなるので、できればねオートフォーカス性能の高いカメラを、使用するといいと思います。僕がソニーのカメラを、使用しているのも、これがね大きい理由の一つです。またねスマートフォンで撮影する動画のデメリットの一つがここでボケにくいっていう部分なんですよ。やっぱりセンサーサイズがちっちゃかったりっていうのもあって、なのでスマホで、シネマティックな映像を撮るには、この他のね、紹介しているポイントっていうのを強く意識するようにして、撮影してみてください。はい、そしたらね5つ目です。で5つ目はね、モーション、この映像の中の動きですね。映画ではとにかくカメラがやっぱり動きます。で動いている被写体を追従したり、チルトのアップダウンであったりとか、ドリーみたいなね撮影方法だったり、さまざまなカメラワークが組み合わさって映画っていうのはできてると思うんですけれども、テレビ番組とか、こういったねなんか YouTube の動画みたいのは、カメラがこれ今固定されてるじゃないですか。動きがあったとしても、ズームしたりとか、パンを振ってみたりとかっていう程度だと思うんですよ。なので同じ被写体を数秒間撮り続ける場合でも必ずカメラワークを意識して、映像にね動きをつけるようにしてみてください。またジンバルを使用して手ぶれのないね滑らかな動きのある映像っていうのもね、これもね非常に映画っぽくなります。過去の動画に僕ジンバルを使ったカメラワークのね、紹介する動画も上げているので、ぜひねそちらの方も参考にしてみてください。はい、というわけで次6つ目はですねBGM とサウンドエフェクトです。で映画ではBGM やサウンドエフェクトを駆使して、臨場感やムードを盛り上げるっていう演出をしていると思うんですけれども、普通にね動画を撮影しててもちゃんとねマイクが周りの音っていうのは拾ってくれはするんですけれども、映像の中で視聴者がの目が釘付けになっているようなピンポイントでそこの音を拾うっていうことはねやっぱり難しいんですよね。でこういった場合はサウンドエフェクトライブラリーを活用して後からねそういった音を足すようにしてみてください。例えばドローンだったら風のビューンって音を足してみたりだとか、服がバタバタバタっていうね風が強い日はなんかなびく音だったりだとか、あとは雨の音だったり、足元を抜いてるんだったらコツンコツンコツンみたいなね音だったり、特にね映像の中で注目してほしい箇所の音をサウンドエフェクトで後から足すってことで臨場感がねぐっと増すと思います。またねサウンドエフェクトだけじゃなくてBGM っていうのも視聴者のね感情を盛り上げるのに非常に重要な役割を果たすと思います。音楽を選ぶ上で重要なのは必ず映像のムードとねマッチするものをこれ選んでください。またね映像と映像をつなぐタイミングであったりモーションをBGM のテンポと合わせるようにしてください。これがあまりに大きくずれていたりすると見ている人がねそこで違和感を感じてしまって映像に集中できなくなると思うんですよ。なのでねこれはね編集のタイミングで気をつけてください。BGM やサウンドエフェクトは本日のスポンサーでもあるストーリーブロックスや概要欄の方にも僕が普段使用している音楽サービスのねリンクも貼ってあるので、ぜひねそちらの方もチェックしてみてください。はい、次7つ目はですね、やっぱりカラーグレーディングですね。これも映画では必ずと言っていいほどカラーグレーディングによって色味の調整を行っています。ここでいう色味の調整っていうのは、普段ね僕たちが目で見て色に近づけるっていうことではなくて違和感のないレベルで変化を与えるっていうことなんですよ。たとえねベーシックなティール&オレンジといったよくこれ映画で使われているような色味なんですけれども、これだけでもかなりね映画っぽい雰
雰囲気に近づけることができます。またこのカラーグレーディングをやりやすくするために撮影する段階でできればねログフォーマットなどで、映像を記録することをお勧めします。これはねより広いダイナミックレンジを確保して、黒つぶれだったり白飛びっていうのを防いでディテールを残すっていう上でも重要なんですけれども、やっぱりそれで潰れてしまうとね色がなくなってしまうっていうことも防いでくれるので、カラーグレーディングがやりやすくなります。いやー、というわけでね駆け足でガンガン来たんですけど、これが最後です。で最後であり最も重要だと僕は思っています。それが何かっていうと、ストーリーテリングです。自身の体験や考え方を映像だけで伝えるっていうのはこれね非常に難しくて、見てる人の視点がバラバラになっちゃうとね捉え方っていうのがまたその見た人次第っていうことになってしまいます。またストレートにね伝えたいことを言葉にするだけではそれもまたただの情報と、して捉えられがちですし、感情といった部分まで伝えきるのはねやっぱり難しくなります。で映画ではこのね制作者の意図やテーマを伝えるために様々な手法っていうのを取っているんですけれども、この中でもね一番強力なツールっていうのは間違いなくストーリーだと思います。ただストーリーといっても例えばね自身の成長を伝える映像っていうことで宇宙をね支配している闇落ちした親父を倒しに行くといった、そういった壮大なストーリーを用意する必要はもうこれは全然ありません。最も簡単な方法は、やっぱりね音楽の歌詞ですね。自身が伝えたいことと合致する、歌詞の音楽を探して、ミュージックビデオ風に仕上げることで、例えばね近所の公園に散歩に行った動画であっても、週末のね楽しかったみたいな感情をですね、非常にハートフルな物語として見せることもできます。またねボイスオーバーを足すっていうのも結構有効な手段の一つです。映像の冒頭で自身の背景だったりを少し語ってみたり、何かしらのテーマを投げかけてみるであったりだとか、完全に受け手任せではなくてある程度見る人の視点をリードすることもできますし、視聴者自らね考えてもらう余地っていうことも、残すことができます。なので皆さんね今度取ってきた素材をありのまま見せるっていう、だけじゃなくてちょっと演出を加えてそこにストーリーでね、語ってあげるっていうのもこれね非常にシネマティックな手法の一つかと思うので、ぜひともチャレンジしてみてください。はい、だいぶね駆け足になってしまったんですけれども、今回はねこの8つのポイントをピックアップしてお伝えしました。でまだまだねこんなもんじゃもう全然語り尽くせないですし、たくさんもっとね映画的な手法っていうのはあるんですけれども、ただ今日ね紹介した方法っていうのは明日から皆さんがね実績できるものも非常に多いので、ぜひね今後、撮影する前に今日の動画を振り返っていただいて、チェックリスト化してねこれはできてるこれはできてるみたいな感じで確認しながら、撮影をね、するようにしていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけで、本日の動画は以上です。どうもご視聴ありがとうございました。バイバイ。